皆さん、こんにちは。ロック204チャンネルです。この動画をご覧いただきありがとうございます。今日は、FreeCAD と Python という強力な組み合わせを使って、3D モデリングを自動化する世界への第一歩を踏み出しましょう。全くの初心者の方でも大丈夫なように、超入門として丁寧に解説していきます。さて、なぜ今、FreeCAD と Python なのでしょうか。まず、FreeCAD のご紹介です。FreeCAD は無料で使用できるオープンソースの 3D CAD ソフトウェアです。非常に高機能でありながら、誰でも自由に使い始めることができます。次に Python。Python は汎用的なプログラミング言語で、学びやすく、非常に豊富なライブラリーが存在します。様々な分野で活用されており、もちろん 3D モデリングの世界でも強力なツールとなります。この2つを組み合わせることで、何が可能になるのでしょうか。モデリングの自動化、パラメータを変更するだけで形状が変わるパラメトリックデザイン、そして自分だけのカスタムツールの作成などが実現できます。この動画のゴールは、皆さんが Python を使って FreeCAD を動かすための第一歩を踏み出すことです。ぜひ最後までご覧ください。FreeCAD において、Python は非常に幅広い用途で使われます。Python を使うと、FreeCAD のほぼすべての機能にアクセスし、制御することが可能です。これにより、GUI 操作だけでは難しい細かな設定や、複雑な一連の作業をプログラムで実行できるようになります。具体的には、Python スクリプトで新しい 3D オブジェクトをゼロから作成したり、既存のオブジェクトの形状やプロパティを変更したりできます。これは、同じような形状をたくさん作る場合や、特定の条件に合わせてモデルを生成するのに便利です。また、オブジェクトのジオメトリー情報を取得して解析することも可能です。モデルのチェックや、特定の基準に基づいた自動処理が行えます。さらに、独自のコマンドやツールを Python で開発し、FreeCAD の画面に追加することもできます。これにより、ご自身の作業に合わせて最適化された専用ツールを構築できます。FreeCAD の機能拡張の単位であるワークベンチも、多くが Python で書かれています。これにより、全く新しい機能群を持ったワークベンチを作成・共有することも可能です。そして、一連の操作をマクロとして記録し、Python スクリプトとして保存・実行することで、繰り返しの作業を自動化できます。これらの機能により、Python は FreeCAD を単なる GUI ツールとしてだけでなく、プログラミングで制御できる強力な設計ツールとして活用するための基盤となっています。それでは、実際に Python を使ってみましょう。FreeCAD で Python コードを実行するためには、Python コンソールを表示させる必要があります。メニューバーから表示を選び、パネルの中に Python コンソールがありますので、これを選択してください。Python コンソールを表示すると、通常その下に、レポートビューも表示されます。Python コンソールでは、Python コードを直接入力して実行したり、その結果やエラーメッセージを確認したりできます。一方、レポートビューは、FreeCAD 全体のより広範な情報やイベント、警告などを表示する場所です。それでは Python コンソールを表示する方法について説明します。今回は、パートデザインワークベンチに切り替え、Python コンソールを使用していきましょう。今、画面下に表示されているのはレポートビューですが、こちらに Python コンソールも表示していきます。メニューバーから表示を選択し、次に、パネルそして、Python コンソールを選択します。するとこのように、Python コンソールが表示されました。そして、こちらにレポートビューが表示されています。Python コンソールでコマンドを入力すると、ここで実行することができます。例えば、プリントハローと入力し、エンターを押して実行してみましょう。すると、ここに赤字でハローの文字が表示されました。このように Python コンソールでは、直接コマンドを書き込み、実行することができます。同じコマンドを再び実行したい場合には、上矢印を押すと、前のコマンドを表示することができます。
このコマンドを修正して、エラーメッセージを表示してみましょう。R を L に修正します。すると、このようにエラーメッセージが赤色で表示されます。それに対して、レポートビューはより広範な情報やイベントを表示する役割を持っています。Python コンソールでは、命令の実行、表示の機能の他に、プロパティを変更するなどすると、その変更内容などを Python の記述として表示します。次にコンソールの外枠のボタンについて説明します。こちらはオーバーレイの切り替えボタンです。これを押すと、画面下の表示より、タブの上に表示を切り替えることができます。もう一回、押してみましょう。すると画面上より下の方に切り替えることができました。レポートビューもオーバーレイを変更してみましょう。すると、このように下に変更することができます。こちらのボタンは、フローティングウィンドウの切り替えボタンです。このボタンを押すと固定画面より、フローティング画面に切り替え、ウィンドウを自由に動かすことができます。また、画面のサイズを自由に調整して見やすくすることもできます。Python から FreeCAD を操作する準備を始めましょう。FreeCAD で作業している内容は、ドキュメントという単位で管理されています。新しいファイルを開いたり保存したりするのは、このドキュメントを扱っていることになります。Python から現在開いているアクティブなドキュメントにアクセスするには、Import FreeCAD as app として FreeCAD モジュールをインポートした後、doc=app.ActiveDocument というコードを使います。これは、インポートした FreeCAD モジュール app の中にある、現在アクティブなドキュメントを指し示す特別な変数です。例えば、ドキュメントの名前をコンソールに表示するには、プリント現在のドキュメント名、doc.name と記述します。FreeCAD ドキュメントへのアクセス方法について説明します。最初に Python コンソールをフローティングにして見やすくしましょう。FreeCAD で Python を使用し始めるには、FreeCAD モジュールをインポートします。ここでは、Import FreeCAD as app と書き、略称を app とします。エンターを押し実行します。何も表示されませんが、モジュールが FreeCAD に読み込まれました。次に、現在のアクティブなドキュメントを取得する命令を書いてみます。doc=app.ActiveDocument と入力します。app の後でドットを押すと、このように次の候補が表示されます。この中よりアクティブドキュメントを選びます。選択方法は、マウスでダブルクリックするか、タブキーを押してください。すると、このような形でコンソールに表示されます。エンターを押し、実行します。次に、変数読の内容を表示してみましょう。すると、このように読はドキュメントオブジェクトであることを表示しています。の後の文字列は、Python がオブジェクトをコンソールなどに表示する際に、そのオブジェクトがコンピューターのメモリ以上のどこに存在するかを示す、メモリ以上のアドレスを表しています。変数の内容を表示するには、このように変数のみを入力し、エンターで表示することもできますが、プリント文でも表示することができます。ドキュメントの中には、作成した形状やフィーチャーなど、様々なオブジェクトが存在します。これらのオブジェクトに Python からアクセスするには、いくつかの方法がありますが、最も簡単なのは、オブジェクトの名前を使ってドキュメントから取得する方法です。オブジェクトの名前は、通常、画面左側のコンボビューにあるツリービューで確認できます。デフォルトでは、アンネームドのような名前がついていることがあります。ドキュメントオブジェクト読の属性として、
オブジェクトの名前を指定することでアクセスできます。例えば、ボディという名前のオブジェクトを取得するには、ボディアンダーラインオブジイコールdoc.bodyと記述します。オブジェクトが正しく取得できたか確認することも重要です。取得したオブジェクトが飲んでないか、if body underline obj のように条件分岐を使って確認すると良いでしょう。次は、既存のオブジェクトを選択取得する方法について見ていきましょう。今回は、こちらのボディオブジェクトを取得します。最初に変数として、ボディアンダーライン obj を用意します。そして、上の行で設定したdocを用いて、doc.body のように定義します。これで、アクティブドキュメント内のオブジェクトボディを取得したことになります。これを実行すると、何も表示されませんので、正常に取得されたものだと思われます。それでは、if 文を使用して確認してみましょう。if body underline obj コロンのように書き、エンターを押します。すると、継続行が表示されますので、ここで条件が成立した時のプリント文として Yes を括弧の中に書きます。そして、条件が成立しない場合は、else として、プリント文で No を括弧の中に書いておきます。これを実行すると Yes が表示されます。したがって変数ボディアンダーラインオブジにボディオブジェクトが取得されていることが確認できました。取得したオブジェクトは、それぞれ様々なプロパティ、属性を持っています。これらのプロパティを通じて、オブジェクトの状態や設定情報を取得したり、変更したりすることができます。代表的なプロパティの一つに、obj.label があります。これはオブジェクトの表示名で、ツリービューに表示される人間が読みやすい名前です。Python からこの値を読み取ったり、変更したりできます。例えば、ドキュメント自体のラベルを表示するには、プリントdocのラベル、doc.label、ボディの下にあるスケッチというオブジェクトのラベルを表示するには、プリントdoc.body.getObject.sketch.label と書きます。ラベルを変更する場合は、doc_obj.label イコール私の最初の箱のように代入するだけです。オブジェクトプロパティの確認と変更について説明します。今回はこのようなモデルについて説明していきたいと思います。最初にdoc app.activeDocument として、現在のドキュメントをdocに取り込みます。開業して実行します。その上で、現在のドキュメントのラベルを表示してみましょう。ここに、doc.label と書き実行します。エンターで実行すると、このようにボックスと表示されます。これがドキュメントのラベルとなります。それでは、次はボディのラベルを参照してみましょう。実行すると、このようにラベルがボディであることが確認できます。それでは、ボディの下のスケッチを参照して、ラベルを表示してみましょう。ボディの後にドットを入れてスケッチを探してみても、このリストの中には存在しません。そこで、この場合は getObject 関数を使います。そして、括弧の中にスケッチと書きます。そして、ドットラベルと書き、実行します。すると、スケッチのラベルが表示されました。それでは、ラベルを変更してみましょう。例えば、ボディのラベルを変更します。イコールボディリネームと入れ、エンターを押します。すると、ボディのラベルはこのように変更することができます。それでは、この名前でこのオブジェクトを参照することができるでしょうか。こちらのコマンドを変更して、
変更したラベルで参照してみましょう。結果を見ると、このようにエラーとなります。したがって、ラベルでは参照できないことがわかりますので、ボディを新しく作った時の名前で参照するしかありません。それでは、参照対象を元に戻しラベルを参照してみましょう。今度は正常にラベルを表示することができました。オブジェクトのプロパティの中でも、位置と回転を表す重要なプロパティが、プレースメントです。このプロパティを変更することで、オブジェクトを移動したり、回転させたりできます。プレースメントオブジェクト自体も、位置を表す、ベースや回転を表す、ローテーションといったさらに詳細なプロパティを持っています。例えば、ボディオブジェクトの現在の位置を表示するには、プリントボディの現在位置、doc.body.placement.base と記述します。位置を変更する例として、X 方向 20mm 移動させる場合は、doc.body.placement.base イコール base.vector10、0、0のように FreeCAD.base.vector を使って新しい位置を指定します。変更を FreeCAD に反映させるためには、アプリ .ActiveDocument.recompute を実行する必要があります。オブジェクトが持つプロパティは、そのオブジェクトの種類によって異なります。もしオブジェクトがどのようなプロパティを持っているかを知りたい場合は、Python コンソールで DILABJ と入力すると、そのオブジェクトが持つプロパティやメソッドのリストを確認できます。それでは、オブジェクトを移動するコードを見ていきましょう。こちらのボディオブジェクトを移動します。ボディには、こちらのスケッチが配置されています。最初にFreeCADモジュールとベースモジュールをインポートしておきます。ベースモジュールは、位置情報を扱う場合に使用します。次に doc=apply.activeDocument で、現在のドキュメントを取得します。それでは、ボディの位置を表示してみましょう。doc.body.placement と記入します。そして、エンターを押します。すると、このように、位置情報と回転角度が表示されます。次は、位置情報のみ表示してみましょう。プレースメントの後に、ドットベースを記入し、エンターを押します。すると、このように、ベクトルとして位置情報のみを表示することができます。括弧の中は、X 座標、Y 座標、Z 座標の値を示しています。次は位置を動かしてみましょう。doc.body.placement.base の後に、イコールベース .vector、10、10、10のように書きます。すると、X 座標10、Y 座標10、Z 座標10の位置にボディが移動します。実行すると、このようにボディに属するスケッチが移動したことがわかります。ここで、FreeCAD の便利な機能である、マクロについて説明します。マクロは、FreeCAD 上で行った一連の GUI 操作ツールの選択やパラメーターの入力などを順番に記録する機能です。そして重要なのは、記録されたマクロの中身は Python コードだということです。これにより、記録した操作を後から確認したり、手動で編集して機能を拡張したりすることが可能です。記録したマクロを再生することで、過去に行った複雑な操作や、頻繁に行う定型的な作業を自動で再現し、作業効率を大幅に向上させることができます。さらに、Python の知識があれば、操作の記録だけでなく、ゼロから独自の Python コードを記述して FreeCAD の API を利用したカスタムツールや機能を開発し、それをマクロとして保存・実行することも可能です。FreeCAD のマクロの記録と実行について説明します。今までは Python コンソールで命令を実行していましたが、まとめて命令を記録、実行するマクロと言われる機能について紹介します。この機能は操作やキーボード入力などを記録するものです。こちらの赤丸がマクロを記録開始するボタンです。このボタンを押すと、マクロ名を入力する画面が表示されます。ここではマクロ01と入力し、記録ボタンを押します。
すると赤丸が緑の四角に変化し、記録が始まったことを意味します。この緑のボタンを押すとマクロ記録が停止します。それでは、パートワークベンチに変更し、カラファイルを作成します。次に、立方体ボタンをクリックします。次は円柱もクリックしておきましょう。このように、2つの図形が作成されたら、円柱を選択し表示位置を修正します。プレースメントを展開し位置を入力します。X 座標をマイナス 10mm、Y 座標もマイナス 10mm とします。次に、立方体の大きさを修正してみましょう。レンクス、ウィドス、ハイトそれぞれ 5mm とします。これで、記録を停止します。作成された図形は、のような形となります。それでは、この画面を閉じて、マクロを実行してみましょう。マクロ記録ボタンの横のマクロボタンを押します。すると、このようにマクロが記録されていることがわかります。それでは、実行してみましょう。すると、レポートビューに、エラーが表示されています。ダブルクォーテーションの中が字化けしていることがわかります。それではマクロを編集し、修正しましょう。マクロボタンをクリックし、マクロを選択した後、編集ボタンを押します。すると、編集画面がこのように表示されます。この中より、文字化けした部分を修正していきましょう。こちらは立方体と入力し直します。こちらは円柱に書き換えます。それでは実行してみましょう。位置とビューを変更してみます。今度は、正常にマクロが実行されていることがわかります。このように、FreeCAD のマクロ機能は操作した内容を記録し、Python プログラムに変換し、実行することができます。それでは、Python コードを使ってプリミティブな図形を作成してみましょう。ここでは、直方体ボックスを作成する例を見ていきます。まず、FreeCAD の機能を使うために必要なモジュール、インポートパートと、インポート FreeCAD をインポートします。次に、doc=FreeCAD.new ドキュメントで新しくからの FreeCAD ドキュメントを作成し、doc という変数に格納します。作成するオブジェクトは、のドキュメント内に追加されます。box underline shape equal part.makebox10、20、30というコードで、part.makebox 関数を呼び出し、引数として長さ10、幅20、高さ30を指定します。この関数は、指定された寸法の直方体の形状データを作成し、box underline shape 変数に格納します。この時点では、まだ 3D ビューには表示されません。作成した形状データをドキュメントに追加するために、box underline object equal doc.add object part feature mybasicbox と記述します。パート、フィーチャーは形状を持つ基本的なオブジェクトのタイプを指定し、mybasicbox はドキュメント内でのオブジェクト名です。作成されたドキュメントオブジェクトは、box underline object 変数に格納されます。次に、box underline object.shape equal box underline shape として、作成した直方体の形状データ、box underline shape を、ドキュメント内に追加したオブジェクト box underline object のシェイププロパティに割り当てます。これにより、ドキュメントオブジェクトが実際の形状を持つことになります。最後に、doc.recompute を実行してドキュメントの状態を再計算し、3D ビューを含む表示を更新します。この行が実行されることで、作成された直方体が FreeCAD の 3D ビューに表示されるようになります。パートワークベンチのプリミティブ図形の作成を行ったマクロ記録したものを見ていきましょう。こちらがマクロ記録されたコードとなります。このように、たくさんの注釈が書かれたコードが出力されます。また、重複するコマンドなども入力されているのが確認できます。そこで、
それらの行を取り除いて、別のファイルとして編集したものを見ていきましょう。こちらが重複している行や注釈行を取り除いたものです。このマクロを実行してみましょう。マクロを実行すると、一つの円柱と一つの立方体が作成されます。それでは、コードを見ていきましょう。最初にフリーCADモジュールをインポートします。次にパートワークベンチを使用するので、パートモジュールもインポートしておきます。そして、4行目で新しいドキュメントを app.new ドキュメントで作成します。app は FreeCAD モジュールの略称です。マクロの自動記録では、app の部分が FreeCAD となっていることがあるので修正しておきましょう。次に、立方体プリミティブを作成していきます。まず現在のアクティブのドキュメントを変数読に取得します。そして Add オブジェクトでパートワークベンチのボックスを追加します。そして、ラベルは立方体とします。そして doc.recompute で画面表示を再計算します。同じような形で、円柱も画面に追加し、ラベルを設定します。そして画面を再計算します。次は17行目、18行目の記述ですが、これは円柱のプレースメント情報を変更するものとなっています。すなわち、18行目でベクターの値を x 軸 -10、y 軸、-10、z 軸0に置き換えています。これによって表示位置を移動します。最後に、立方体の寸法の変更です。21行よりは、ボックスの長さを 5mm、幅を 5mm、高さを 5mm に変更しています。そして、最後に、リコンピュートで面表示を再計算しています。それでは、もう一度、実行してみましょう。フリーCADで、円柱をグリッド上に表示するプログラムを紹介します。最初にプログラムを実行してみましょう。このように、X 軸方向、Y 軸方向に円柱が5つずつ表示されます。これで完了です。それでは、プログラムを見てみましょう。最初に必要なモジュールを読み込みます。FreeCAD の Python を使うための FreeCAD モジュールを app として。また、パートベンチを使用するので、パートモジュールもインポートします。プログラムの中で、ベクトルや配置を扱うために、ベースモジュールを、その他、時間関連の関数、タイム、GUI 関連の操作を行うための FreeCAD GUI もインポートしておきます。そして、新しいドキュメントとしてシリンダーグリッドと名付け、変数読に取得します。次は、円柱をグリッド上に配置するための変数を設定していきます。num_x イコール5は x 方向の円柱の数、num_y イコール5は、y 方向の円柱の数とします。そしてスパシングイコール 20.0 は、円柱間の間隔を設定しています。ディレイアンダーラインセカンズには、追加間の遅延時間を 0.1 秒としています。そして、シリンダーアンダーラインラジウスに円柱の半径 5mm を、シリンダーアンダーラインハイト円柱の高さに 20mm を代入しています。そして for 文を使用して x 方向のループを y 方向のループを j により、グリッド上に円柱を配置していきます。そして、28行目でパートワークベンチでメイクシリンダー関数を使用して円柱を作成します。
この時シリンダーの半径、高さを設定します。作成されたシリンダーオブジェクトは、変数シリンダーに格納します。そして、31行、32行で円柱を配置するための X 座標、Y 座標を計算しています。X_POS には I× スパシムグの値を、Y_POS には J× スパシングの値を代入しています。そして、変数ポジションに、こちらの座標をベクター関数で設定しています。次に、作成した連中をドキュメントに追加していきます。円柱のオブジェクト名は、値がわかるように、シリンダー_I_J の形式にするため37行のように設定しオブジェ_nameに代入します。そして、38行で現在のドキュメントにパートワークベンチのフューチャーとして、先ほど設定した名前で追加します。追加されたオブジェクトは、シリンダー_OBJ に保存します。41行では、シリンダー_OBJ の形状シェイプに円柱シリンダーを割り当てています。そして、44行では、33行で設定したポジションをこのオブジェクトに適用しています。これにより、指定位置に円柱を配置することができます。そして、ドキュメントの表示を47行で更新します。49行目から、54行目までは、ビューを設定する記述です。51行目では、すべてのオブジェクトが表示されるよう調整します。54行目では、ビューを等角投影に設定します。ループの最後で、指定した時間だけ処理を一時停止します。ここでは 0.1 秒となります。そして、ループの先頭に戻ります。すべてのループを完了した後は、63行目のプリント文を実行します。これでプログラムが終わります。それでは、もう一度、実行してみましょう。Python では、既存の形状を編集することも可能です。その中でも基本的なものとして、ブーリアン演算があります。ブーリアン演算には、主に、結合演算、差演算、積共通演算の3種類があります。ブーリアン演算を行うための準備として、ここでは直方体と玉を作成し、それらを重ね合わせた状態を考えます。まず、必要なモジュールをインポートし、新しいドキュメントを作成します。次に、part.makebox10、10でサイズ 10x10x10 の直方体を作成し、box_shape とします。そして、part.makesphere6 で半径6の玉を作成し、sphere_shape とします。この玉を直方体と重ねるために、sphere_shape.placement.base=freecad vector5 5として位置を移動させます。結合演算は、2つの図形を1つにまとめる演算です。box_shape とsphere_shape を結合するには、union_shape=box_shape、フューゼスフィア_shape と記述します。伏せメソッドを使用します。結合結果をドキュメントに追加し、表示を更新することで、直方体と玉が組み合わさった一つの形状が作成されます。差演算は、ある図形から別の図形が重なっている部分を切り取る演算です。演算の順序が重要で、例えば、cut_shape=box_shape、cut_sphere_shape と記述すると、box_shape からsphere_shape が重なっている部分が差し引かれます。カットメソッドを使用します。このコードを実行すると、直方体から玉が貫通した部分がくり抜かれた形状が作成されます。積共通演算は、2つの図形が重なっている部分のみを新しい図形とする演算です。
ボックスアンダーラインシェイプとスフィアアンダーラインシェイプの共通部分を取得するには、コモンアンダーラインシェイプイコールボックスアンダーラインシェイプ、コモンスフィアアンダーラインシェイプと記述します。コモンメソッドを使用します。このコードを実行すると、直方体と玉が互いに重なっている、かまぼこのような形状が作成されます。ブーリアン演算を使って、簡単な部品を作成してみましょう。ここでは、穴の開いたブロックを作成する手順を考えます。まず、立方体を作成します。次に、円柱を作成します。作成した円柱を、立方体の底面の中心に配置します。最後に、立方体から円柱を、左演算することで、穴を開けます。今回は、穴の開いたブロックを作成するマクロを紹介します。こちらがマクロプログラムの内容です。プログラムの最初は、必要なモジュールをインポートしています。FreeCAD の基本モジュール、パートワークベンチ、そしてベクトルや配置に関するベースモジュール、GUI 関連のモジュールなどです。最初に新しいドキュメントとしてホールインブロックと名付け、変数読に保存します。作成する図形は、立方体と円柱です。立方体は、ブロックとしてレンクス、ウィドス、ハイトをこのように設定しています。穴に当たる部分を円柱として作成します。サイズは半径を 10mm。高さをブロックの高さと同じに設定します。次に穴の位置ですが、これはブロックの中心からの相対値として設定します。ホールの中心の X 座標は、ブロックの長さの2分の1。ホールの Y 軸のオフセットは、ブロックの幅の2分の1。ホールの Z 軸のオフセットは、ブロックの高さの2分の1に設定します。次は、ブロックを作成します。パートメイクボックスでブロックの長さ、幅、高さを引数として、変数ボックスシェイプとして設定します。同様に、穴の元となる円柱を作成します。この場合、パートメイクシリンダー関数で、半径と高さを設定します。そして、変数シリンダーシェイプにデータを取得します。次は円柱を穴を開けた位置に移動します。位置を移動するには、ベースプレイスメント関数を使って、また位置を設定するには、ベースベクター関数を使って行います。ベクター関数内に入れる値は、先ほど計算したホールセンターオフセット X、ホールセンターオフセット Y を使用します。そしてこの設定値を、変数シリンダープレイスメントに保存します。またシリンダー、シェイプのプレイスメント情報に、シリンダープレイスメント変数の内容を代入することによって指定した位置に円柱を移動します。次は立方体に円柱で穴を開ける命令です。ボックスシェイプカット、シリンダーシェイプのように書き立方体から、円柱を切り取った差集合を作成します。そしてその結果をカットリザルトシェイプに保存します。この差集合をドキュメントに追加するため、新しいオブジェクトを追加します。ここでは addObjectPartFuture として、BlockWithHole という名前で新しいオブジェクトをカット OBJ として追加します。次に、作成した差集合の形状をオブジェクトに割り当てます。この場合カット OBJ のシェイプにカットリザルトシェイプを代入することにより、割り当てを行います。そして、54行目でドキュメントの表示を更新します。58行では、すべてのオブジェクトが表示できるように FitAll 関数を使っています。また、61行目では斜めからの視点に切り替えるため ViewIsometric 関数を使っています。最後に、64行目で、ブロックが完成したことをメッセージで知らせます。それでは、実行してみましょう。このような形で、立方体に穴の開いた形状を作成することができます。Python を使うことで、FreeCAD の可能性が大きく広がります。
ぜひ、今日学んだことを活かして、様々なモデリングの自動化に挑戦してみてください。ご視聴ありがとうございました。